in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。いつも僕の旅チャンネル、そして DIY チャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。さて今日はですね、この2年間、僕の人生の時間と情熱、そしてなけなしのお小遣いのほとんどをつぎ込んできた DIY バスキャンピングカーの全貌を、今日は余すところなく僕のこだわりと試行錯誤のすべてを皆さんにご紹介するルームツアーを開催したいと思います。いつものバスキャンピングカー DIY の動画のオープニングにもあるように、僕は30年以上キャンピングカーに乗り続けてきました。一番最初はね、後ろの荷室を少し改造して4ナンバーのまま乗っていたハイエース。この車でキャンピングカーの楽しさを知ったんですね。そして2台目はたまたま仕事で訪れた兵庫県加西市にある RV 光栄さん。ここでハイエースのキャンピングカーを作ってもらいました。このキャンピングカーも気に入って11年乗っていたんですが、最後にはね、エンジンが壊れてしまって廃車となりました。そしてその次の車はついこの前まで乗っていたハイエースのキャンピングカー。これはね、大阪の寝屋川市にあるトヨタテックスさんという救急車とかね、特殊車両を作ってる会社で作ってもらいました。このキャンピングカーには18年乗っていたんですが、その間に旅のスタイルがだんだん変わってきたわけなんですね。最初はね、本当にキャンプを楽しむキャンピングカーだったので、車内では調理をすることも食器を洗うこともなかったんで、キッチンは必要ないなっていう感じだったんですよ。ところが年齢を重ねていくうちにキャンプを楽しむということが少なくなってきて、その代わりに旅や登山を楽しむようになってきました。テント代わりのキャンピングカーから移動する居住スペースに変わってきたんですね。そうなってくると、調理のできないキッチンスペースや手も洗うことのできない小さなシンクでは役に立たないんです。それに毎日のベッド展開やダイネットのテーブルや椅子の展開がすごく面倒なんですね。それで理想のキャンピングカーを探し出したんですけども、なかなか理想のキャンピングカーってないんですよね。どのキャンピングカーを見ても、あっちを展開してこっちを展開すれば6人寝れます、8人寝れますといったようないらない設備てんこ盛りで、その分重量が重くなる上にベース車両が小さくて坂が登れないとかね、そんなめんどくさい設備はいらないんですよ。旅に出るときは2人なんでね、2人が寝れて2人がくつろげて調理ができて、トイレやシャワーがない場所では車内のトイレやシャワーが使えると。乗車定員もね、移動の時にたまにちょっと乗せてっていうことがあるかもしれないから、2人プラス 2,3 人が乗れれば十分かなと考えていました。探してないのならもう作るしかないなということで、まずはベース車両の選定から始めました。坂道が登れないのでは旅が楽しくなくなってしまいます。車体の大きさとエンジンの大きさを考えてマイクロバスを選定しました。コンセプトは展開せずに使える移動居住スペースです。最初はね、1年ぐらいでなんとか登録に持ち込もうと考えていたんですけども、実際のところね、丸々2年ちょっとかかってしまいました。最初にこれだけは言っときますね。このバスキャンピングカーはまだ完成していません。というのはですね、旅をしながら、やっぱりここに棚があったらな、最高だなとか、この壁の仕上げどうしようかななんて今もなお悩み進化を続けている、いわばまだ見ぬ風景を描くための未完成のキャンバスなんですね。そのリアルな姿も含めて、僕の夢と挑戦の歴史、じっくりと楽しんでいただければと思います。このバスはもともとごく普通の中古マイクロバスでした。
それを2年前の3月に購入して、僕の無謀とも言える DIY の旅が始まったんですね。最初に取り組んだのがこのボディの全塗装です。なんせね、後方の塗装が前の持ち主の企業カラーで真っ赤だったんですよ。もちろん車の塗装なんて初めてなんで、スプレーガンを握るのも気温や湿度に合わせて塗料と硬化剤、シンナーをコンマ数グラム単位で混ぜるなんていうもはや科学実験のような作業も全てが初体験でした。塗装ってね、ただ塗ればいいわけじゃないんですよね。まず古い塗装をサンディングで削って足付けをして脱脂してプライマーサフェーサーという下塗りをして、ようやく本塗装に入れるんです。厚く塗ればね、重力に負けて無情にも垂れてくるし、薄く塗ればザラザラの梨地になるしね。午前中はまだ濡れてたりするし、午後になると虫がね集まってくるんです。虫はシンナーの匂いが大好きみたいなんですよね。もうほんまにね、地獄という言葉がぴったりの作業でした。極めつけは途中で塗料が足りなくなって再注文したら、業者さんね、色の配合間違ったんでしょうね。塗り終えて乾燥して太陽の下で見たら、あれ、なんか半分だけ色がちゃうでっていうことが判明したんですよ。結局塗装を全部やり直しになって、あの時はね、ほんとね、心が折れましたね。はい、そしたら外回りの続き、透過類からいきましょうか。透過類はね、ウインカー以外すべて省電力な LED に交換しました。ハロゲン電球とか普通の電球ね、実はかなり電気を食うんですよ。これを LED に変えるだけでメインバッテリーの消費を減らして、その分多くの電気をね、サブバッテリーの方に供給できるんで、サブバッテリーの充電力を上げることができるんですね。この小さな積み重ねが長期間のオフグリッド旅では生命線になるんですよ。はい、次は屋根の上行きましょう。屋根の上にはね、換気のための強力なマックスファンを2台設置しました。空気の流れを作るにはね、入り口と出口が必要なんで、マックスファンっていうこのファンは吸気も排気もできるんでね、片方を吸気にしてもう片方を排気に設定すれば、車内にスーッと心地の良い風が流れます。窓開けて寝るのはね、少し防犯面でも怖いんですけど、これならね、窓閉めたままでも車内には風が流れるんで、雨の日でもね、吹き込む心配もありませんから安心できますね。はい、そしてこちらはソーラーパネル。屋根にはね、合計10枚のソーラーパネルが載っています。48V 用に 1120W、12V システム用に 150W、合計 1270W の発電能力を誇ります。そしてこのパネルを取り付けてるこの課題ですね、これを作るためにね、人生で初めてアルミ溶接に挑戦しました。アルミ溶接には高流のティグ溶接機とアルゴンガスという特殊なガスが必要なんですけど、そもそもどこで手に入るのか、どれぐらいの量が必要なのかすら分からず、工具を揃えるところから一苦労でした。電圧や電流の微妙な調整で仕上がりの状態が全く変わるんでね、慣れるまでには本当大変でしたね。屋根の側面、左右に一つずつついてるこのガラリ、これは右側がマルチルームの排気、左側がキッチンのレンジフードの排気口になってます。今メッシュがついてますけど、虫の侵入を防ぐためにね、後から細かい網を追加しました。 G とか入ってきたら怖いですからね。そして屋根の縁4方向にはラウンドビューカメラを設置しています。この4つのカメラをつけることで、まるでドローンで上から見てるかのような映像が確認できるんですよ。そしたら次は車内、トランクの方から行きましょうか。車両後部のここを開けると、この中は巨大なトランクルームになっています。ここでね、こだわったのは高さ60センチというスペースなんですね。この高さが60センチあればですね、愛車の折りたたみ自転車ブロンプトンを立てたまま収納できるんです。そしてこのトランクの左側見えますか？このキャンピングカーの心臓部であり頭脳でもある電気設備が集まっています。一番奥にあるのが家庭と同じ 100V の分電盤。
そしてその手前はソーラーやバッテリーの直流電気のブレーカー、そしてその下あたり 12V と 48V の2系統の走行充電器などを配置してます。そしてその手前に白いものが並んでいますけど、これが照明のリモコン受信機ですね。そして一番手前のこの大きいものが出力 5000W のハイブリッドインバーター。エアコンをかけながら IH で調理をしてオーブンでパンを焼く。そんなね、家と同じ当たり前のことが自由にやりたかったんですね。これを実現するためには僕は一般的な 12V ではなくて 48V のシステムを採用しました。どうしてもね、大電流を扱わざるを得なくなる 12V やったらケーブルの太さが腕のように太くなっちゃったりするんですよね。あんまり現実的ではありません。でも 48V ならより安全により効率的に大電力を扱えるっていうのが、これが僕が出した答えです。そしてこのトランクの奥に見えるタイヤハウスの間に詰まっているその箱ですね。それがこのパワーの源 3.2V 320A のリン酸鉄リチウムイオン電池が20個入っています。低温に弱いという弱点を克服するために寒くなったら自動で発熱するヒーターを内蔵した DIY ケースに入れています。そしてその奥の白いタンク、これは生活用水を入れる100リッターのホワイトタンクですね。ホワイトタンクへの給水はこの右側のこのキャップのところですね。ここにホースを差し込んで給水するようになっています。そしたら次はこの下行きましょうか。車両の下を覗くとですね、ここ中央についてるのがスペアタイヤ。そしてこのスペアタイヤを挟んで左側には家庭用エアコンの室外機、右側には60リッターのグレータンクを設置しています。これらの課題もね、鉄を溶接して DIY して作ったものです。そしてエアコンの室外機の前面の風が出る部分ですね。その前はボディを切り抜いてメッシュの板をはめてね、加工しています。はい、そしたらね、いよいよ中の方をご案内したいと思います。運転席から行きましょうか。まず運転席周りですけど、このバスを安全に操るために僕の目の代わりをしてくれるのがこのアラウンドビューカメラの映像ですね。この11インチの大型モニターに映し出されます。まさに神の視点ですね。駐車場もこれで怖くありません。このアラウンドビューモニターの手前にあるこの11インチモニターがナビも兼ねた Android オーディオですね。オーディオもナビもこれ1台で完結します。そしてこのオーディオの下には AC100V のコンセントが3つ、急速充電対応の USB、クイックチャージの 3.0 とパワーデリバリーの 3.0 をそれぞれ3つ設置しました。ここにあるとね、非常に便利ですね。移動中に撮影機材に接続して充電したり、助手席で PC 作業をしたりとね、重宝しています。そしてこのね、中に入っちゃってて全然見えないんですけども、 ETC とかオートライト、キーレスエントリーも取り付けました。これはね、もう今の時代の車では基本中の基本ですよね。いつかは自動ブレーキや追従システムもつけたいところですけど、後付けではなかなか難しいようですね。そしてここ運転席と後ろの居住空間の間にはこのようにドアと壁を設けました。冷房の効率化とプライバシー保護のためですね。この仕切りがあるだけでぐっと家っぽさが増しますよね。はい、そしてこの壁にね、フックをつけました。帽子や服をかけるためのフックです。シート後ろのね、デッドスペースをうまく活用できて非常に便利に使っています。この壁まだベニヤ板のままなんですけども、壁紙か何か貼ろうとは思っています。はい、そしていよいよ居住スペースの方に行くんですけど、このドアから居住スペースにアクセスできます。雨の日でも一旦外に出る必要がないからね、ウォークスルーは本当に便利です。扉の裏には姿見もつけました。ほら、この通りね。はい、そして居住スペースの方に入ってきたんですけども、運転席のすぐ後ろ、こちらがマルチルームです。
マルチルームの照明と換気扇のスイッチはここ。運転席のドアと干渉しないようにね、この上の方に取り付けています。これおしゃれなねタッチスイッチを採用したんですけども、エンジンをかけたらなぜかノイズを拾ってね点滅する現象が発生してね、意外な方法で解決しました。その方法はね動画にしてるのでぜひ見てくださいね。はい、そしたらマルチルームの中行きましょうか。マルチルームの中はまだ防水加工ができていないのでシャワーはまだ使えないんですけども、TOTO便座がついた座り心地の良いラップ式トイレ、これはねもう使用することが可能です。使う前はこっちに引き出してこんな感じでね、そして格納できるギミックも考えました。そしてここはねマルチルームの換気ダクトと車両の元々のエアコンのダクトが交差してるのですが、この立体構造を作るにはねほんま苦労しましたよ。そしてこっちトイレの上部にはトイレットペーパーなどを置くための棚、こういう小さい収納がね快適な空間づくりには欠かせませんからね。そしてここには止水栓がついてるんですけども、将来シャワーの水栓がつく予定です。もうすでにねお湯と水の配管はここまで来ていますんでね、水栓をつけるだけでシャワーができるということです。はい、そしたら今度はマルチルームの外側ね。はい、こっちのねこの居住スペースの入り口、バスのグライドドアを開けると真正面に見えるのがこの壁です。玄関の真正面というところにあたる場所ですよね。ここにはね天然石をスライスしたタイルを貼って高級感を演出しました。壁の上下に埋め込んだ間接照明がねさらにおしゃれさを引き立てます。助手席の真後ろ、この場所には120リッターの大型冷凍冷蔵庫を取り付けました。そしてこの冷蔵庫、扉がミラーなんでね空間が少し広く見える効果もあるかもしれないですね。運転席からもグライドドアからもアクセスしやすいこの場所、冷蔵庫の上にはねカメラ機材などを充電する充電ステーションを作りました。ここはねまだ塗装と扉ができていません。冷蔵庫の下はね下駄箱になってて、グライドドアのステップから靴を出したり入れたりしやすいように口はこちらを向いています。はい、そしてこちらがメインの出入り口。グライドドアの窓にはね今こんなものがついてますけど、将来的にキャンピングカー用のブラインドを取り付ける予定です。はい、そしてグライドドアの隣奥へ進むとこちらがキッチンになっています。シンクは使い勝手を考えて大きなサイズのものを取り付けました。家でもバスの中でもね食器の大きさは一緒ですからね、ある程度の大きさは必要ですよね。そして水栓はヘッドが伸びるシャワータイプのもので、もちろんお湯も出ますよ。そして調理台の上には2口の IH クッキングヒーター、そしてその下には電子レンジ機能も備えたハイパワーなオーブン、食器や鍋を入れる引き出し、そしてこっちにも引き出しですね。こことここにも引き出しがついています。そしてこれがね足元から温風の出る冬の強力な味方 FF ヒーターのね温風出口ですね。そしてこのシンク前のパネル、ここにはね電気設備のスイッチ類を配置しました。バッテリーのインジケーター、こちらが 48V、 こちらが 12V、 そして FF ヒーターのコントローラーと床暖房のコントローラー、そしてポンプのスイッチや水位のインジケーターですね。はい、ここのスペースはまだ空きっぱになってるんですけども、この下がね車のメインバッテリーの点検口になってるんですよ。だからねゴミ箱と物入れとここに作ろうと思ってるんですけども、すぐに開けられるような仕組みにしないといけないんで現在試案中です。そして上部には収納棚の下にはね照明やレンジフードを完備しました。さらに壁や天井を照らす間接照明も埋め込んでいます。
そしてこの壁はタイルのように見えますけども、タイルシール、カッターナイフで切れる手軽なシールなんですね。これを貼ると一気に見栄えが良くなりました。この正面のタイル壁の上部はね、こんな風に快適な車内の空間を実現するために二重窓、ダブルウィンドウシステムを DIY で構築しました。まず車両の元々の窓の内側にね、透明なアクリル板の窓を取り付けて、さらにその内側には自作した遮光パネルブラインドを設置。これによってね、結露を大幅に軽減して抜群の断熱効果を発揮してくれます。そしたらね、次はキッチンのこの向かい側、ダイネットスペースになります。はい、まずはこのダイネットスペースのど真ん中、テーブル。これはね、邪魔な足をなくしてアルミ溶接で作った金具でがっちり固定されたオリジナルのテーブルです。ほら、足ないでしょ。これね、足があったらね、小指を打ったりしてね、痛い思いをしたことありません？もともとね、もう展開とかすることを考えてなかったんで、もうがっちりと取り付けて足をなくしてしまいました。このテーブルにはね、秘密が隠されています。韓国のレストランや食堂に行くとよくあるやつですね。テーブルのこの下にはカトラリーやリモコンを収納できる引き出しを前後に取り付けました。そしてコンセントや USB も前後についています。これでね、鍋料理やホットプレート料理も楽しめますし、 PC 作業の電源にも困りません。そしてね、このダイネットの椅子も乗車定員として登録しようとしたんですけども、法律の細かい規定をクリアするのが難しくてですね、クリアできた後ろ向きのこの椅子だけを乗車定員として登録しました。だからね、この車の乗車定員は運転席と助手席、そしてここの後ろ向きシートに2名、合計4人の乗車定員となりました。そしてこの椅子の背もたれは開閉式で、ここも収納に使えるようになってます。そしてね、この椅子のクッション、これ背もたれとこの座面ね、これもね、小学校の家庭科の授業以来初めてミシンを使ってね、作りましたよ。頑張りました。はい、そしたらこの椅子の下行きましょうか。この椅子の下はね、蓋が、座面のところの蓋が開くようになってて、この中、この白い真四角の機械、これは給湯器ですね。電気でお湯を沸かして溜めています。そしてこっちに見えるのは車の元々のヒーターで、これ今つながってないんですけども、復活させるかどうかね、ちょっと微妙なところで、冷房の方はね、夏の暑い時に現地について後ろに入ったらうわーっていうことになりますけど、暖房の場合はそこまでね、走行中に温めとく必要があるのかなってちょっと思うので、冬が来てからね、検証してみて考えようと思っております。そしてこっちの後ろの椅子の下にはタイヤハウスが迫ってきてるので、あんまりスペースないんですけども、ここに排水ポンプ、それからここに見えるのがトランクの方からも見えてたホワイトタンクの一部ですね。はい、そしたら今度はダイネットの上部行きましょうか。はい、ダイネットの上部、ここにもね、収納棚がついています。でもここの収納棚はね、薄くすることでこのダイネットスペースの圧迫感をなくして、窮屈感を感じずね、ゆったり過ごせるように考えています。もちろんね、このダイネットスペースを照らすダウンライト、そしてテーブルを照らすスポットライト、そして棚の上と下には間接照明を埋め込んでいます。そしてここの壁もね、グライドドアを開けると真正面に見える場所なので、天然石タイルを貼りました。本物の石の質感をどうしても諦められなかった大人のささやかなこだわりですね。そしてこの車の一番奥、車両の後方まで広がる広いベッドルーム、そしてベッドルームに入る前にこのベッドルームへの階段、この階段の下はね、ホワイトタンク、さっきちょっと見えてたやつです。この構造にしたことで100リットルもの水を積むタンクを車両の中央に配置でき、走行安定性を確保しました。そしたら中の方行ってみましょうか。ベッドこれ広いでしょ。 1800×1600 の常設ベッドですね。マットはね、寝心地を重視してスプリングマットを採用しました。旅の質は睡眠で決まる
それが僕の哲学です。そして奥の壁には8畳用の家庭用エアコンの室内機がついています。エアコンの両サイドの上部には棚を設置して、ここには主に衣類を収納しています。ここの壁もね、まだむき出しなんですけども、人工皮革を貼ろうかなと思ってます。こんな感じのね、なんか暖かさと柔らかさを感じられて良くないですか、寝室には。そしてここの寝室のね、窓の遮光パネルは簡単に外せるようになってて、万が一の時の緊急脱出口として確保しています。そしてここの棚の下にね、穴開いてますけども、これは車のエアコンの風がここから出てくるようになってます。ダイネットの上をずっと通ってね、ここまで届くようになってます。カーテンは妻が最近市販のものをリメイクしてくれました。マルチルームとレンジフードの照明以外の照明は全部ワイヤレスリモコンで調光もオンオフも可能なんです。だからね、実際使ってみてから照明のスイッチをここにつけようかなんてね、後から取り付けることもできますし、リモコンでね、自由に持ち歩くこともできますんで、ここにスイッチつけたけど邪魔やなとか届かへんやんってことがないんですね。そしてそれぞれの照明の明るさも自由に調整できますんで、そして実際車中泊をしてみてね、良かったのが、夜間寝るときこの通路の間接照明を暗くしてつけとくんですね。寝てるとき眩しくないし、トイレに行ったりするときにね、足元だけがしっかり見えるんでね、これは良かったですね。そしてこの通路とダイネットのテーブル下、足元には消費電力の少ない電気式の床暖房を入れました。これ床が完成したのはね、つい先日ですよ。5月に入ってからなんですけども、もう今年は使う機会がないのかなと思ってましたが、気温6度という日があったんでね、使ってみました。床が暖かいっていいですね。足の裏がほんのり暖かくてね、寒さを感じないんですよ。他の暖房を入れなくても気持ちよく過ごすことができました。はい、これでだいたい全ての紹介が終わったでしょうか。というわけでね、僕の相棒バスキャンピングカールームツアーいかがでしたでしょうか。このバスはね、僕にとってただの乗り物ではありません。旅をしながら自分たちの手で理想の城を完成させていく、そんな終わりのない夢とロマンを詰め込んだ僕の人生そのものなんですね。このバスがね、どうやって作られてきたのか、その全記録はこの DIY チャンネル、ギョロチャンネルで全て公開していますので、塗装や溶接に悪戦苦闘したり、初めてミシンを使ったり、僕の試行錯誤の様子をぜひ見てください。この未完成のバスキャンピングカーとともに、日本のまだ見ぬ風景を探す旅はまだ始まったばかりです。旅の動画はもう一つのアウトドアチャンネル、ギョロチャンネル OA の方にアップしてますんで、皆さんもぜひこれからの旅を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。動画の概要欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひ見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。